はい、どうも、こんにちは。エンジン太郎です。次のエンジンに取り掛かる前に、この旋盤も少しメンテと改造していきます。この旋盤見てもわかるというかわからない人多いでしょうけど、旋盤ってあんまりないですからね、一般家庭には。もうちょっと大きいサイズになると、ここにフットブレーキついてることも多いんですよね。ただこの旋盤ちょっと小さいのでブレーキないです。今回はこの旋盤にブレーキと緊急停止スイッチですね。ブレーキと連動したスイッチをつけていきます。うまくいくといいんですが、何せこれも普段やらないことなので、どうでしょうね。うまく改造していければいいですね。じゃあ進めていきます。ブレーキですが、特に思いつかないので、ここにあるバイク用のブレーキですね、主に。なんか改造して作っていこうと思います。じゃあまずはブレーキをどこにつけるかですね。まずブレーキをつけられそうなところ探してきます。1個はこの候補としてはこのメンテハッチの先にあるモーターですね。ここにつけるというのも一つ方法ですかね。ただここ狭いんですよね。ここにディスクを取り付けてキャリパーで挟むのもありですけど、ちょっと狭いなと思うので反対側の方がいいかもしれないですね。先ほどのモーターが見えてた方と逆が、ここの下側にハッチがあるので、ここも扉ですけど、ここの扉の中をちょっとつける場所なさそうですね。ちょっと下を開けますね。こっちも微妙にスペースが少ないけど、それでもまだこっちの方がマシだな。下の方がちょっと空いてますね。この軸につければ基本的には主軸止められるんで、主軸ダイレクトに押さえた方がいいとは思うんですけど、ベルトがスリップするとかそういうことあるんですが、それでもブレーキがないよりはマシだと思います。ここにディスクをつけてキャリパーをこっちで固定してあげれば大丈夫かな。ここが一番良さそうだな。じゃあここにつけるべく準備してきます。まずはここをちょっと緩めてベルト取らないとね。よいしょっと。ベルト外してこれに直接つけられるといいけど、ちょっと無理っぽいな。よいしょ。理想はこの軸の部分にダイレクトにディスク固定するといいんですけど、ちょっと難しいですね。プーリーがあるので、プーリーとプーリーの間、ここに隙間があるから、ここにつけるようにしますか。その方が無難ですね。まずはディスクをつけないことに話にならんので、設計ですね。ディスク込みで設計していきます。はい、ちゃちゃっと設計してこんな感じですね。キャリパーは 3D スキャナーでスキャンして位置調整のために使ってます。旋盤本体はスキャンしなかったので、ここから先は成り行きとなっていきます。はい、横につけるというかディスクを固定するためのフランジ作ってきます。素材は、4キットを作るときに使ったものですが、これロックアーム作るときに使ったジグですねがあるんですが、もう使うこともないので、これを素材として還元してしまいます。
これで所定の寸法になったでしょう。はい、今現在 65.02、 こんなもんですかね。よいしょ。あとは段差を1箇所作るだけですね。これで旋盤でやる作業は終わったと。はい、こんな感じで、ブレーキディスクを支える部品作りましたね。あとはこれに、計16箇所の穴開けてきます。はい、一度途中まで開けたんですが、位置が間違ってたので、ちょっと穴ずらしてもう一回やり直します。今これでセンターは出てますね。あとはタップ立てていくだけですね。こっちは M5 と。ブレーキディスクつける穴開きましたね。あとはプーリーに固定するための穴、同じように開けていきます。はい、オフセットするフランジ、ディスク固定用のフランジできましたね。あとはこいつにつくディスクを作って旋盤の駆動系に接続します。そしたらいよいよブレーキ関係、キャリパーの準備ですね、やっていきます。次ディスク作りたいですが材料まだないので、先にキャリパーのステー作ってきます。素材は 4.5 の鉄板、これでいいでしょう。形状はこんな、はい、形はこんな感じですね。素材の切り出し準備と、はい、とりあえず型紙を鉄板に貼り付けたので、あとは穴開けしてカットしていきますね。まずは穴開け先やっていきます。
辺でパッドは避けるね。だいたいはい、OK。それではディスクの部分を作成していきます。ディスクは市販のものを使おうと思ったんですが、いまいち大きさ合わないので自作となります。まあバイクみたいに大きい質量のものを停止させるわけではないので、適当な鉄板で十分だと思います。はい、これで内径できましたね。先ほど作ったフランジ部分とぴったりはまりますね。よし。これで、ディスクの固定用の穴開けていきます。はい、これでディスクプレートの内側を全部できたので、あと外形を整えます。これでもうフランジに固定できるので、外形の整えるのは比較的楽ですね。はい、旋盤にセットするためにフランジに固定しちゃいますね、もう。よし、ちゃんと逃げた。はい、フランジ固定完了と、あと外形整えていきます。はい、固定できたので、目的の直径まで削っていきます。ブレーキディスクはこれで OK。 まあ今まだ油ギトギトですけどね。さて、そしたらいよいよ旋盤からプーリー外してこいつにはまるように加工してきます。はい、ではこのプーリー外して、取り付け用のネジ穴開けていきます。プーリー外すためにはこのベルト外して、この奥のベルト、メインのベルトですね、外さなきゃなんないですね。そのためにはこの裏側にあるネジちょっと緩めたりしなきゃなんないですね。まあやってってみますか。外すには外れるんですよね。これで外れたと。
外れて、2段目と、うわもうねボロボロだな。これを機にこいつも変えるか。メインベルト外しましたが、まあひどい状態ですね。こんな感じでもうガサガサです。なのでこれもこのついでにメンテナンスがてら全部交換してしまいます。はい、ブリ外れました。これで OK。はい、あとはタップやってきます。ブリちょっと貫通してるけど、ベルトの当たんない場所だからいいでしょう。ベルト基本的に外にしか当たってないし。まあとりあえずこれ自体は採寸して、いざとなったら次壊れた時にはこのプーリーごと新しく作れるように準備だけはしときます。はいと、これでプーリーの加工終わったので、新たに作ったフランジをつけてきますと。あとはディスクは後でつけるとこ。ディスクも問題なくつくと。よし、これでブレーキディスクと、あとはキャリパーの取り付けだね。ではプーリーはめてみますね。ほい、はったと。よし。とりあえず仮付けだからネジは2箇所求めときゃいいでしょ。キャリパーの位置か。なんとかキャリパーをこの辺につけたいですね。はい、キャリパーの仮固定用のステーできましたね。そしたらこれをここにセットして穴開け用のマークをくっつけます。よいしょ。いい位置収まりますね。よし。これなら OK でしょう。はい。一応キャリパーつきました。一応だいたい水平出てるんで問題ないですね。エア抜きの穴の位置悪いですけども、これはしょんないですね。この向きにしかつかなかったんで。あとはブレーキかけてみて止まってくれりゃ OK ですけどね。マスターシリンダーと操作台はこんな感じで設計したので、この通り作っていきます。型紙貼ったのでグラインダーで全部落としてきます。
はい、これで必要な部品の切り出し終わりました。結構数ありますね。ではマスターシリンダー、材料の切り出しと掃除が終わったので、マスターシリンダーとペダルのつく部分ですねを溶接していきます。切り出し終わってるので、もうあとはとにかく溶接していくだけですね。2箇所ぐらい点付けしときゃいいか、ここは。はい、一応大体溶接を終わりました。まだ正直強度的には甘い部分も多いですが、まあこれから強度を出してきます。ただとりあえずは、まずは動作チェックまで進みたいですね。こういう風に分かれたとか、一応組めるところ組んでみます。こんな感じでペダルがつくと。まあこれのもっと長いのを作って、このお尻とドッキングですね。そうすればこれが上がるとこのスイッチ、お尻が出てくるので、こいつで押さえるとスイッチは中立に戻ると。この材料をまず作るか。6ミリとちょうど8ミリの棒あったので、この辺ネジ切って6ミリのネジ切っときますね。でこことつながるようにすると。はい、短いの作りました。はい、これで中に入れると。中に入れたらこので固定と。はい、これで旋盤回ってペダルを踏むと戻ります。でこっちも戻ります。とりあえず下のフレームはまあ後で強化するとして、あとはこのスイッチを根元側につけるという感じですね。はい、補強なども一通り終わらせました。これでもうグラグラにはならないですね。足と旋盤への固定ですね。それが終われば一度完全に仮組みをしてみてブレーキをチェックですね。まあ今の段階でつけられるものはつけていくって感じです。でちょっと旋盤の方行ってみますか。では仮組みまだ塗装してないので仮組みですがやってきます。
仮組みできたら配線ですね。よし、フリーのギアフリーでここなので当たらないですね。最高速はこっちです。そしたらスイッチを取り付ける準備と、こんな感じ。はい、これで仮組み一応 OK ですね。ブレーキラインはまあ最後ですね。まずは動作チェックを。こんなもんだね。それではブレーキラインをつないでブレーキのエア抜きが終わったら動作チェック進めていきます。一通りこれで問題はないので、じゃあいよいよ色塗って仕上げです。それでやっとブレーキは終わりとなります。では最後に塗装ですね。やってしまいます。色は工作機械らしいライトグリーンですね。緑が合いますね。よし、これでよしといこう。よし、いい感じで塗れたね。じゃあ乾いたら組み立てますね。はい、塗装終わったので、まあ大体乾きましたね。冬場なのでちょっと乾き甘いですが、まあもう組んじゃって問題はないので組み立てちゃいます。そしたらこいつにはシリコングリスを塗っとくと。よし。ピストンの動きはいいですね。じゃあペダルの方つけてきます。でペダルにもグリスを塗っとくと。ここは普通の芋グリスでいいね。シリンダーも固定と。でこっち側に座がねを2枚で向こうに1枚と。まあこの角度ってそんな重要じゃないんですけどね。これで OK。はい、頑丈と。
これです。旋盤の掃除、油差し、主軸の油の継ぎ足しも終わりました。はい、レバーオンで動きますね。で、オフと。今終電をコンセント抜いたのでちょっと踏んでメインがオフです。その後中立に戻る。それでさらに踏み込むとブレーキが効き始めるっていう感じですね。逆転側も同じ動作です。ギュッと踏めば結構急精度効きます。で変速はレバーには干渉しないと。瞬間停止ができると。非常に便利ですね。今ここカバーないですけど、いつかカバー作りたいかな。そのうち作ります。機能としてはこんな感じで、完成しました。次はフライスです。フライスの改造を進めていきます。今回の動画はここまでとなります。予定通り旋盤のブレーキと改造ができました。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。